なんか色がねもう薄くならせてくるいう感じにこっちもなってますね。これもすごいいい木ですけどね、どうも枯れたっぽいですね。こっちの2本、これはまだちょっと大丈夫な雰囲気が残ってる2本なんですけど、あと成長が鈍いも、これは成長が鈍い状態にはなってますね。ちょっと元気がない。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回のテーマはですね、枯れる前兆3選ということで、盆栽がねどうしても、なかなかね厳しい環境だったりね、猛暑だったりとかいろいろあって、調子が悪くなる、もっと言ったら枯れてくるとかあるんですけども、その前兆をねちょっと僕なりに3つまとめてみたんで、それをお聞きくださいと。で本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンずっとやっておりますけども、この動画のね説明欄からメールアドレスを登録するだけで定期的に届きますんで、そちらもね合わせてこういう動画と一緒にねお勉強してもらえたらなと思います。はい、では本題に戻ります。盆栽がね枯れる前兆、うちのことなんで松だけに、夜話として聞いていただきたいんですけども、早速ねちょっと3つまとめてみたんでこちらに見てもらったらなと思います。盆栽が枯れる前兆ですね。一応123とこれ軽いとこからだんだんきついとこっていう感じに並べてみたんですけど、まずはね乾きが遅くなる。盆栽健康な状態だと、しっかり水やってでまたしっかり吸って乾いたらまた水やっての繰り返しでね、それで元気な盆栽を維持できているんですけども、その乾くという点においてね、健康な時の乾くスピードに比べたらなんか遅くなったなみたいな、普段に比べたらとか去年に比べたらちょっと盆栽の乾くそのね用土の乾くスピードが遅くなったなみたいになったら、ちょっと一つまず危ないなと思ってほしいですね。これ順に追っていこうかな、どうしようかな。ちなみに乾きが遅くなる場合にちょっとしたね分かりやすいポイントがね、全部が全部じゃないですけど一つありまして、ちょっとねこれこっちに持ってきますけど、これなんかね草がいっぱい生えてますよね。乾きが遅くなるとね水分がそこにずっとおるってことなんでね、普通の健康な盆栽に比べたらちょっと草がね生えやすいなっていう感じはあります。だからその木だけ妙に草が生える量が多いとか早いとか、そういうね草の生え方でちょっと危ないなとか思われるのもいいかなと思いますね。あとね乾きが遅くなるっていう点でこれちょっと見てもらいたいんですけど、用土がこの辺なんか黒っぽいんですよね。これ苔なのかなんかカビなのかなんかねちょっと黒っぽい、多分苔の一種やと思うんですけど、なかなか乾かないとこうやってね黒ずんできたりもします。そういうあたりもね盆栽の乾きが遅いっていう、判断材料にしてもらったらなと思います。草が生えやすい用土がちょっと黒ずんできたっていうあたりですね。乾きが遅くなる、ちょっと長々と説明しましたけど、あと成長が鈍いと、枯れる前兆というお話なんですけども、枯れていく木ってね他の木がビュンビュン芽が伸びていってるところがなんかあんまり伸びないなみたいな、そういう傾向がねやっぱ枯れる木は出てきますね。だから水分が盆栽の用土がなかなか乾かない、もう根っこがあんま吸わないんですね。そういう全部つながってくるんですけども、それによって芽もね根があんま吸わない分芽もあんまり育たない。全体的にいろんな要素があっていうのもあるんですけど、成長が鈍くなってきたら、鈍いっていうのは結構期間はね長く取らないとわからないことではあるんですけども、そういうふうに感じられたら、さっきに戻りますけどね乾き具合とか見ながら見ていきましょう。
鈍い場合、多分ね乾きが遅くなるっていう状態になってるんで、こういうのは大体ね水あんまりあげない方がいいですね。調子が悪くなったから言って水あげるとかね、肥料いっぱいあげるみたいなのが特に悪いですね。はい、その時はもうしっかり乾いてから水をやるっていうのを見てもらって、はい、で最後もうこれかなりもうここまで来たらねだいぶ危ないんですけど、色が褪せてくると。はい、色が褪せるっていうのはどういうことかと言いますと、割とね枯れずに戻ってくる木の葉っぱってね、葉っぱの色が黄色くなって、ちょっとそこから調子がちょっと悪くなったけどまた戻ってくるみたいなね、そう枯れずにどうにかっていうのただ黄色くなるだけとか、そういうのはあるんですけど、色がなんか焦る抜けるような感じ、そうなってきたら結構危ないですね。ちょっとこの辺だったらその色が焦るっていう木、これとかね、ちょっとさっきのも戻しますけど、こういうのね、はい、もうこれはもうほぼ枯れてます。もうこういう色が薄い感じ分かりますかね。黄色になっていくじゃなくて、なんか緑色が残りながらも色が薄くなる、褪せてくるみたいな、そういう感じで、こちらもですね、なんかもう黄色っぽい感じもあるんですけど、なんか色がねもう薄くなる、褪せてくるいう感じにこっちもなってますね。これもすごいいい木ですけどね、どうも枯れたっぽいですね。でこれはもう特にこの辺ね、茶色いとこなんかは褪せてきた後のね、もう本当に終わっちゃってる枝の色ですね。多分これ戻らないですね。多分もう 95% 無理かなという感じはありますね。はい、こうなってくると一応まだもうちょっと置いてはみますけど、これはもうほぼ無理やけど、本当に全部が真っ赤になるまで置いてみようかなっていうぐらいの状態です。はい、それに引き換えこっちの色の褪せ方はもう 100% ダメです。もうこれは本当ダメですね。はい、でよいしょ。でね、こっちの2本、これはまだちょっと大丈夫な雰囲気が残ってる2本なんですけど、はい、これはですね、これとこれ2本、はい、まだマシなのはこっち側ですね。この枯れる前兆の乾きが鈍くなるは多少あったとしても、あと成長が鈍いも、これは成長が鈍い状態にはなってますね。ちょっと元気がない。ただ色が褪せるはなってないですね。でたまにこうやって枝枯れですね、ちょっとポイントの枝枯れは発生してますけど、この木が大丈夫なのはこの芽の真ん中、新芽がねこれ小さいんですけどね、まだなんとか赤みを帯びてる、なんかみずみずしい感じが小さいながらも見て取れるんですけども、カメラでなかなかね伝わらないかもですが、で新葉はちゃんと緑色とかね、これは治ります。でこの子が今調子悪い原因としましては、今年はもう本当にすごい猛暑で、最高気温も高くて雨も少なくて、香川県なんか特になんですけど、で日差しが強いと。でこういう五葉松とか日差し弱いんですね。でうちそんなに寒冷車してなくてね、ちょっと日当たりの悪いところには置いてたんですけど、それでも気温の高さとその日差しでだいぶ痛められたなというとこですね。でもなんとか耐え抜いてくれたという、これからはもうだんだん回復していくと思います。はい、でこちらの小さい方の木、これも今年の猛暑でだいぶ痛めつけられて、こういうねちょっとこれも葉焼けとかもう焼けたという感じですね。日差しですね、暑さ日差しで、ここはもうちょっとダメかなって。だからまた近所の枝をうまく使って戻すような感じですけども、まだ完全に色が褪せて全部が全部っていうわけでもないんですね。でもこういうのも、でも暑さがだいぶ今日の段階で弱まってきて、
天気予報を見てもちょっとずつ涼しくなっていくんで、これからは、今がもう最低の状態でね、これから治っていくかなと思います。こういう時にね、繰り返しになりますけども、やっぱ水やり大事ですね。はい、暑い日は日差しはもうちょっと遮るぐらいでいいんですけど、水やりはもう乾いたらやるを基本的に大事にしてもらうと、こう弱ってきたらちょっとやっぱ乾きが鈍くなるっていう傾向はもうあるので、はい、そこだけ気をつけていただいて、もう様子を見るしかないと。で、肥料なんかはね、ちょっと今置いてはいるんですけど、あんまりたくさんはやらない方がいいですね。場合によってはやらないっていう判断もいいと思います。はい、なんで今日は枯れる前兆ということでね、前兆参戦ということで、はい、これあたりを気をつけてもらって、ちょっとでも該当し始めたら、今言った説明のような、ね、もうとにかく暑い日だったら日差しのちょっと弱いとこ置いてみるとか、それでもまた乾きが鈍かったら乾くまではちゃんと待つとか、そういうあたりで対処してください。はい、では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷養成4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。